トラブルが起きる、可能性の高いシチュエーションっていうのがあるんですよ。はい。そのシチュエーションを僕は今から実演するので、実演、はい。はい、でこれを絶対にやらないでください。はい。も皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。う、はい、八木さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけど、はい。こちら見ていただくと7速はい。鑑識の DSG、はい。トランスミッションなんですけど、はい。ナイルのお客さんが緊急で入庫しまして、はい。はい、で症状としましてはスパナマークが点灯してはい。ドライブに入れてもバックに入れても車が全く動かないはい。ということでレッカーで運ばれてきまして、で無事に修理は終わりまして、はい。でこの今回交換したトランスミッション、これ悪い方ですよね。はい、はい。でこちらを使ってじゃあ今回何がダメでそういう症状になったのかと、はい。でその症状って7速鑑識 DSG のトラブルの中ではい第2位なんですよ。トラブルした1位はねこちらにいるメカトロ、はいはいはい。こちらの不良でダメになるのもかなり多いんですけど、はい。で逆に言うとこちらのクラッチに関しては、はい。トラブルっていうよりはジャダーとかだから、はい、走れないことはないんですよ。ああ、確かに。だけどこのメカトロがダメになったのと、はい、今日もう一個お伝えしたいことがダメになると走れない。はい、でそれをね、防ぐというか、はい、そうなった時の、はい、緊急の対処方法と、はい、そうならないようにするための、はい、コツ、アドバイス的な、はいはい、これをねちょっとお伝えします。はい、これねおそらく知らない人多いと思います。よくさはい、DSG をいたわる乗り方とか、はい、こうあると思うんですけど、はい、僕的にはそれと同じぐらい大事、はいはい、なことなので7速の鑑識 DSG をばらしながらお話していきますので、はいはい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、お願いします。それではどうぞ。どうぞ。はい、じゃあね早速、はいバラバラにしていくんですけど、はい、まずはこちらクラッチから外していきますね。でクラッチもね過去にねそれこそ動画をね上げてますので、そうですね、そのばらしてるところの動画はそちらを見ていただければいいんじゃないかなと思います。であゆさん、注意事項というか、はい、今回なんですけどもうこのトランスミッションは、はい、バラバラにしたら、はい、もう処分します。はい、のでちょっと扱い方としては、はいよろしくない動画の尺の事情で、はい、ちょっと荒っぽいかもしれないですけど、はい、これは再利用しませんので、はいはい、そこは一応ご了承いただいて、はいはい、っていうところですね。はい。よいしょ。で C のクリップを外していきます。はい。はい。ですね。で、もうこのクラッチを抜きますので。はい。なんかプロのメカニックっぽいですよ。本当ですか？でもプロですよね。いやいやいや。サンデー。しかも今日サンデーじゃないですけどね。メカニックですよ。でこのクラッチ交換もね最近ナイルでは多くやらさせてもらってるんですけど、はい、結構やっぱり変えるとクラッチのつながりがスムーズになるので、はい、ジャダーが気になる方は、はい、やってもいいんじゃないかなと。でもうこれでこのようにクラッチが外れましたので、なるほど、はい、ちょっとここから分解したいですね。でもうこの K1、K2 のクラッチも外して、ちょっと巻きでいきますんで、はい、よいしょ。で今ねこの状態で、はい、DSG オイルはあらかじめ抜いてあります。はい、はい。じゃあこんな感じでほぼほぼはい外れましたと。今度はメカトロを外していきますので、はい、で通常クラッチがついている状態
の場合はこういうものを使ってレバーでクラッチをこうこじて浮かして取るんですけど、もうクラッチ今取っちゃったので、もうこのまんま外していきます。文明の利器ですね。そうですね。よいしょと。はい。ここはいいんですか。ここは違う。はい、違います。はい、こんな感じで。いきますよ。たらばこんな感じでメカトロがなるほど、外れましたと。はい、でここからちょっと前のクラッチの時にも勉強したんですけど、もう一回おさらいやりますんで、ちょっと待ってくださいね。じゃあね、あいこさん、今メカトロが外れまして、クラッチとメカトロを外した状態、なんですけど、一応ねここにね僕数字を書いておったんですけど、これがねシフトのメカニズムで、ここにクラッチがいて、メカトロがいて、でメカトロのこの後ろにさこういうスリーブっていうかね、ピストンがいるじゃないですか。このピストンが動くことによってこのレバーをこうやって圧力で動かすわけですよね。こういう感じで。でなんだろう、偶数と奇数に分かれてて、それがその K1、K2 っていうクラッチ、2つのクラッチで、で例えばじゃあドライブに入れました。でドライブに入れるとこのメカトロさんが、じゃあ1にこちらガチャンと、これ今311足ね、1足に入れました。でブーンって走っていくじゃないですか。そうするともうその間にこっち側の2の方にクラッチを入れていくわけですよね。でここでクラッチが切り替わることによって、1が終わったらすぐに2が始まるんですよね。なるほど。で2が始まったと思ったらもう今度この1がこっち側の3にいるわけですよ。で3に行ってる間に、2が終わるわけじゃないですか。で2が終わったと思ったら今度は3に入るんですよね。3に、で4と、これを一瞬もう人間のシフトよりも早くやるのでスムーズな変速が可能ということですね。で1、2、3、4で今度5、で今度こっちが6、で7、っていうので1234567をこの順番でずっと繰り返していくわけですよね。これをこのメカトロ君が瞬時にやってくれると、クラッチの、切り替えとシフトの切り替えをこのメカトロ、要はメカトロがこの左手と左足をやるってことね。なるほど。わかる？わかります。でじゃあ今回、このトラブルが起きた、原因っていうのをここからばらしていくんだけど、今さ僕手でこうやってやってるじゃないですか。1、2、3、4、5、6だけ買ったんですよ。で7、で最後言うとここがバック、手で手で入んないんですよ。わかるかな。ちょっとこじるよ。そうくっそ硬いのこれ。他はさ全部この指でうまく動かせれるじゃないですか。そんぐらいスムーズなのになぜか6とバックはマイナスとこじらないと動かない。なるほど。でじゃあこのバック6に原因があるんじゃないかってことで、今からこれをばらしていきます。ちょっと自分も楽しみだぞ。なってきた？これなかなか見れないんじゃないですか。見れませんね。見れませんね。なのでじゃあ順番にばらかしていくけど、ちょっと順番はごめんなさい適当で
とりあえずこの脱着ができるように進めていきますので、一応過去にもねシフト編っていう動画で確か自分が汗だくになって上げてる動画はあるんですけど、ちょっとあれだと分かりにくいし、だいぶもうちょっとアップデートされたので、そこも踏まえてご紹介していきますよ。でこのボルトはアルミ製なので、すごい柔らかいです。軽いもんね。そうですね。折れちゃう。そう。本当にね、触ってる。軽いでしょ。ああ、これは思ってばすごいわかる。ね。よいしょ。ちょっとひっくり返しますね。はい。フランジをね。これドライブシャフトが来る。そうそう。こんな感じね。外れちゃいますんで。で、あとは。よいしょ。で。よいしょ。よいしょ。ならば。よいしょ。はい。んで。はい、抜いて。はいと。はい、これでようやくケースが割れたので。はい。で、よいしょ。よし。じゃあこれでケースが割れたので。ケースはこんな感じね。はい。もうすごい。で、ここからじゃあまたさらに外していきますね。はい。で、後で有子さんに組んでもらうんで。いやいやいや無理ですよ。すでに無理ですよ。はい。面白い。まあこれも処分するやつなんでね。はい。こんな感じでサクサクとやっているんですけど、有子さん。はい。はい。まあ一応ここまでばらしまして、はい。さっき自分が書いたの覚えてます？ここにこれはい、はい。まあこうした方がいいか。さっき僕が課題って言ってたところどこでしたっけ？バックとロック側。はい。それはじゃあさっきもうこっち側のフォークは抜いちゃったんですけど、はい、こっち側はで残っているのがこういう感じなので、あ、こうか、こうなの。ごめんなさい、もう一回いくね。はい。こういう感じなので、24と31は今これ外しましたもん。はい。で残っているのが75と R6 ですよね。はい。はい。で、はい、ここでちょっと一番今日の重要なポイント。はい。はい。
この6バックだけ、はい、このシフトフォークにベアリングが使われてるんですよ。おどこでしょう。これそれは違ったので、今さっきやった時にもう一回いくよ。こうじゃないですか。こうじゃないですか。はいね。で今あゆさんが触ったフォークはこれでしょ。はい。これは7、5でしょ。はい。ってことはこっちだ。はいのフォークを見て、頭。あ、これ？違う。これはね、鉄粉取るためのマグネットなの。マグネットですよね。はい。どこでしょう。ベアリングが使われてるんですか？はい。あ、ここ？とこれ？先はもう一個向かいはこれ。ここにベアリングが使われてるの。はいはいはい。これがさ、わかる？こういうふうにシフトこうなってて、こういう感じで動くわけでね。はい。メガトロがこいつを動かすことによってこういうふうに。はい。でバックと6以外は、はい、普通のこういうスリーブに黒い樹脂が動くだけなんですけど、はい、ここの部分と、はい、あ、ここってこと？そう、ほら今触ったでしょ。普通にある、はい、見えてるし。そう触った時今なんかおかしくない？なんかこういうもんですか？本当はもうちょっときちっとついてるので、じゃあ今日の結論からいくよ。はい、はい。今回のこのトラブルっていうのは、はい、こいつが悪さをして、はい、引っかかることによって、はい、メカトロの、力だと動かせずにスパナマークをつけてしまう。なるほど。はい。一応こっち側見てもらうと、このリバースのところだけはこういうスリーブが入ってるの。ちょっと、はい、狭いから径が。はいはいはい。なんでここのスリーブが打ち込まれてて、こっち側も見るとここにスリーブが打ち込まれてるの分かるでしょ。ちょっと見にくいけど、はい。じゃあちょっとこれ取っちゃおうか。はい。もうちょっとバラしちゃうね。もう一気に全部。はい。で、こう抜いて、よいしょ。たらば、はい。こんな感じで。はい、はずね。はい。ここですよ、早くさん。もう今の時点でこれ。引っかかってる？ここが動きが渋いの分かる？はい。動きない。だから本当ダメなやつだとこのベアリングが欠けちゃって、はい、でこれもうこんな感じですぐ取れちゃうんですよ。結構緩いんだよね。本来は取れないですか？取れない。でこれの動きがこう。スムーズじゃなくて、はい、引っかかっちゃうの。なるほど。これ今も引っかかってるんですよ。これわかります？これ、はい、今何もこっち何もないのに引っかかって、はい、動きが悪くなっちゃうんですよ。で、なんと、はい、ちょっと待ってね。はい、これ。はい、お？交換できちゃう。対策品。あ、なんかベアリングないでしょ。はい、だからメーカーは。こういう症状が出たら、はい、ミッションを下ろして、はい、ここまで割ってでここの入ってるスリーブ、はい、これとこっちのスリーブを抜いて、これまた抜く用の専用の工具があるんですけど、はい、抜いてこれに変えなさいと。へーっていうのがこの7速鑑識 DSG でトラブルでかなり多いシフトフォーク不良。このトラブルで多分、はい、結構車を降りた人とか、はい、高額な修理費用を払った人は、はい、正直いると思います、はい、ナイルにもかなりの台数の問い合わせがあって、はい、で私たちの場合は、今僕たちこの作業自体はやってないんですけど、はい、多分これを交換するか、はい、もう一番早いのはね、中古のミッション乗せ替えちゃう、はい、ただ、中古のミッション乗せ替えても入ってるシフトフォークはこれだからまたいずれそうなるほど可能性はある、はいはい、でトラブルが起きる、可能性の高いシチュエーションっていうのがあるんですよ。はい。そのシチュエーションを僕は今から実演するので。実演、はい。はい。で、これを絶対にやらないでください。はい。もう7速鑑識ミッションの正しい乗り方と同じくらい重要。はい、なんで皆さんこれを守ってください。はい。そうするとこのトラブルになる確率は下がります。はい。で、もしなった場合もじゃあどうすればいいのか。
お伝えしますので、ちょっと車に行きましょう。はい、お願いします。じゃあさっき私が話をした、このさっきのシフトフォーク不良のトラブルにならないため、このね、なるシチュエーションっていうのが結構決まってまして、お客さんでもあったのが、一回やっぱりシフトが入んなくて、スパナマークついちゃったんだけど、エンジンかけ直したら治った、でまた乗れるようになったっていうのもあるんですよ。それっていうのは、シフトフォークがうまいこと動いてくれたんですよね。要はさっきの引っかかりあったじゃないですか、あれをうまく動いてくれたんだけど、動かなくなっちゃう状態に結構ね、視聴者さんとか、その7速の鑑識 DSG 乗ってる人がやっちゃってるんですよ。その今からシチュエーションを僕作りますんで、わざとこれ一応うちの台車なので、最悪なんかあっても私が責任取るものですからいいですか。それがこれなんですよ。どこを取ればいいですか。今これを全部からのサイドかけずに、分かった？後ろにグンって下がるやつ。特にもっと坂道の場合あるじゃないですか。で止めます、ブレーキ踏みます、でパーキングに入れます、でサイドをその場で引いてくれればいいんだけど、サイド引くのがちょっと遅い場合、一回ギア噛み込むじゃないですか。わかります？あれが相当負荷なんですよ。でおそらくこれ僕の合ってるか間違ってるか分かんないですけど、昔に比べてメカトロがこうシフトを動かす圧力っていうのもプログラムで下がっちゃってるような気がするんですよ。その過去にあったメカトロのアキュムレーターの破損とか、そういうので圧力はかなり下がる方向になってるっていうのも一つの原因じゃないのかな、わかんないですけど、クラッチ側の方だけにしか有効じゃないのかもしれないですけど、そうすると弱い力であそこをカチャカチャ動かすわけじゃないですか。ちょっとした抵抗でもう動かなくなっちゃうんですよ。確かに。で動かなくなるとスパナマークをつけて、もうシフトどこに動かしても発進しない。なので皆さん7速鑑識 DSG 乗ってる人は必ず、じゃあやるよ。ドライブで前に進みました。でこの時にブレーキ踏んでます。でパーキングに入れます。でサイド引きます。からのエンジンを切ってもらう。教習通りってことですね。そう基本に忠実なんだけど、結構中にはさ、サイド引かない人とかもいるじゃん。いますね。あれダメ。ミッションにも良くないし、その言ってたシフトフォークに負荷しかかかんないから。であんなビー玉みたいな、ビー玉よりちっちゃいか、パチンコよりちっちゃいベアリングが動かしてるわけじゃないですか。なので本当は多分逆に言うとあそこに負荷がかかるのでベアリング使ってスムーズにさせてあげたかったんだよ。なるほど。本来は、だからそれが裏目に出ちゃった。ベアリングがゆえにその製品の精度なのかわかんないですけど、不良かなんかわかんないけど、あれが逆に悪さをして結果、メーカーは普通のタイプに変えてねっていう。でああいうのが存在してるんで、もう対策品ってことはもう分かってるんですよ、メーカーは。なるほど。なので7速鑑識でこういうトラブルがあった場合は、まず疑ってもらいたいのと、でもう一個、もう大サービス。じゃあさっきみたくこうやっちゃった場合ね、やっちゃった場合でエンジンかけました、スパナマークつきました、ダメだこれは、でその時って大変なのが、ニュートラルにしてもドライブにしてもギア噛み込んだままなんで車動かないんですよ。なんでそういう時はもう一人の人、2人でやってもらいたいんですけど、1人が中に乗って、もう1人がニュートラにして車を前後に揺すってください。そうすると抜ける場合がある。なるほど。かその時にもう一回エンジンかけ直してもらうと、スコンって動く時あるのよ。なんでこの今回やったミッションのお客さんも自分がやった時はもうギア抜けなかったんですけど、改めて別の方がレッカー行ったら動いた。でそれなんでかって言ったら僕がかなり揺すったんですよ、動くように。なんでそれがうまく動いてくれてシフトが入るようになったんで、また走れるようになったと。なるほど。なのでさっきも見てもらったけど、動きが渋いって段階でこうなっちゃうんですよ。そうならないようにこういう止め方をしていただきたいのと、シフトフォーク不良っていうのはこういうもんなんだよと。リコールになったら嬉しいよねっていうところなんですけどそこに関しては私も何も言えないので、ただ知ってると知ってないでは心構え違うじゃないですか。違いますね。こういうことなんだっていうのを分かってもらったら、DSG 壊れるみたいな感じで言ってはいるけど、DSG そのものは素晴らしい
機構であるので、はい、あとはその細かいところじゃん。はい、ネコ太郎の精度だったりさ、そのケースの厚みだったりとか、はい、まあ今回のベアリングだったりとか、はい、そういう細かいところだけなので、まあ、その辺をこう潰してあげればとってもいいトランスミッションだと私は思ってるので、はい、はい、これちょっと車屋さんに動画見てほしいですね。車さんなんかたまにいるじゃないですか、パーキングブレーキをかけずに、トルクレンチでホイール締めちゃう人。ああ、よくないね。それするとこれと同じことになるってことですよね。あれでしょ、リフトから完全に下ろしちゃった後にサイドブレーキ引かずに、あ、そう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 、なんかトルクかけると車がこう揺れちゃうやつね。そう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 、あれよくないですよね。そうですよね、うん、そういうところ、まあやっぱそこはやっぱトランスミッションに負荷にもなるので、はい、はい、気をつけてもらいたいなと。はい、はい、これ結構、あやくさん情報ためにならない？なりますね。なりますよね。はい。ということでためになっているって方はいいねとチャンネル登録とコメントをお願いします。ちょっと1個増えちゃった。はい。お問い合わせなんですけど、まあ、基本、お問い合わせの内容っていうのは、ナリさん、自分の車こんなんだけど修理してくんないとか、はい、この動画で出たこの部品売ってくんないとか、はい、あと車検受けたいんだけどオイル交換したいんだけどっていうのの、まあ、お問い合わせではあるので、はい、1日僕3、40人の方と毎日 LINE をやってるんですけど、はい、やっぱりちょっと分からないもの、はい、見てもないもので答えられないものも多いので、はい、そういうことに関してはちょっとごめんなさい、すいませんっていう感じでやらさせてもらってますので、ご了承ください。はい、はい、ということで、はい、7速鑑識 DSG のシフトフォーク、はい、はい、これは結構ためになると思うので、はい、はい、皆さんも参考にしてください。はい、ぜひぜひ。はい、じゃあちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。